お嫁に行ったらいいことには全部変わっとのという言葉をつけなさいと育ての母は私に言った。変わっとの水は美味しいでも、変わっとのお芋は甘いでも、変わっとの猫は可愛いでも、カーナミ生まれの萌ちゃんにそう言われたら、変わっとの人は悪い気はしないはずだからと。カーナミと変わっとを結ぶ鉄の欄干の橋を町の人は愛着を込めてカンカン橋と呼ぶ。この橋は私と母を結ぶ橋だ。桃坂町は桃太郎川とその支流を挟んで川戸、カーナミ、山瀬の3つの地区に分かれている。その中で川戸は古くから栄え旧家も多く、住んでいる人は多少気ぐらいの高いところはあるものの、おっとりとして気品がある。反対に私の生まれ育ったカーナミは歴史も浅く、人の心は陽気でさっぱりしているが少々柄が悪い。夫のサナオの物腰が柔らかいのも川戸の風土のせいだと以前は思っていた。きっと水のせいだよ。土地が変われば水もなんとかって言うじゃないか。同じ桃坂水道局の水よ。カーナミも川戸も。はあ、じゃあ電気釜の古いせいにしよう。ダメよ。お母さんはあのお釜でちゃんと柔らかく炊いてるんだもん。親父と初子姉ちゃんはまたネチネチ言うだろうけど、俺とおふくろは萌の味方だからな。うん、すごく助かる。うわあ、ひどい。どういう水加減で炊けばこんなバサバサのご飯になるの？萌さんは何でも私がやりますって言うけどさ、任せられることはお母さんに任せたら？渋沢家には渋沢家の味があるのよ。毎朝毎朝こんなの食べさせられちゃたまんないわ。すみませんお姉さん。味のこともあるけどね。今度はこっちか。今日も秀子の家にご飯借りに行ったんだってね。はい、お父さんとサナオさんのお弁当の分だけでもちゃんとしたご飯をと思って。こう何度もじゃ秀子だって気の毒だよ。秀子んとこは商売もうまくいってないみたいだし。あらあら、みんな勝手なことばかり言って。お母さん。お父さん、萌さんはね、その秀子のとこでお給料ももらわずに週のうち3日もお店番させられているんですよ。秀子と自分の娘ばっかりかわいそうがるのは親バカみたいで安っぽく見えますよ。それからね、初子はできないことは任せればいいって言ってたけど、そうやって何でも私と萌さんに任せきりにしているのは誰なのかしら。30過ぎて仕事もせず家事もしない人が人の作ったご飯に文句が言えるの？いただきます。よかったな。渋沢家の揉め事は大抵お母さんの一言で収まってしまう。お母さんは美人で頭がいい上にどこかふんわりとした柔らかい雰囲気を持っているからだ。初めてお母さんに会わせてもらった時、サナオの優しさはこの人からもらったのだと思った。おかわりを渡す時は左手をそっと添え、洗い物の時はお皿をカチャカチャ鳴らさない。夜中にお手洗いに立つ時もまるで真綿を踏むように廊下を歩いてゆく。それに引き換え私と来たらなんだなんか冷たいものがお猫に。何かってこれのことか？あらあら、ごめんなさい。冬場は乾燥するから風邪ひかないように私が濡れタオルかけといたのよ。そうだったんですか。私てっきりお化けに顔を撫でられたのかと思っちゃいました。真冬にお化けはないだろう。カーナミ育ちはガサツね。次の日の朝も芯のあるバサバサのご飯を炊いてしまった。やっぱり私川戸の水に馴染んでないのかな。結婚して1年半も経つのに。こんにちは。川戸は風が穏やかでいいですね。こんにちは。こんにちは。川戸の人たちと挨拶を交わすと、通り過ぎた後でいつまでも粘っこい視線が背中に張り付いているような気分になる。本音を言うと
このカワットをつける母との約束がちょっぴり嫌になりかけていた。このゆべしおばさんが作ったんですか？私も母に習ったけどこんなに上手にはできなかったわ。カワットの人って本当に器用ですね。カワットの人にはお愛想というものが通じない。それでもこの約束を守っているのは1年前父が行ってからカーナミで一人暮らしをしている母と何かの形でつながっていたいからだ。カーナミ小学校、カーナミ中学校、カーナミ公園のとんがり島、駅前商店街のアーケード。キッチン南のハンバーグランチ食べたいな。いつもカワットのことばかり褒めてごめんね。みんなのこと忘れたわけじゃないのよ。南風が吹く日にはいつでもカーナミのことを思い出してるから。そうだ、久しぶりにゆべし作ってみよう。ふふん、ご飯っていうのはこういうのを言うのよ。お母さんが研いだ晩ご飯は柔らかく炊けているのよね。はい、これ萌えさんの。あれ？気のせいかな。お母さんっていつも私のお茶碗でおしゃもじこそいでる気がする。柔らかいご飯はおしゃもじにくっつきやすいから誰かのお茶碗でこそりたくなるのはわかるんだけど。軒先にてるてる坊主みたいなのが吊るしてあったけど。あ、ゆべしよ。紙にくるんで干してあるの。ゆべし？柚子の中身をくり抜いてお味噌やくるみとか入れてヘタの部分で蓋をして蒸した後で冷たい風にさらして乾燥させるの。1月くらいすると柚子の香りがお味噌に移って美味しくなるのよ。へえ、なんかうまそうだな。あれは酒のつまみにもいいんだ。お父さん。どうしてゆべしが家の中に？あんた今の笑うところとちゃいますせ。ああ、ゆべし、私が取り込んでおいたの。霜に当たっちゃよくないような気がしてね。そうだったんですか。すみませんお母さん、気を使わせてしまって。だけどちょっぴり気になっちゃう。濡れタオルのそばに干したりして大丈夫かしら。萌えさん、ちょっと。私？なんでしょうお母さん。あのね。ああ、だからって泣くとこともちゃうねん。あ、萌え、どうかしたのか？別になんでもないよ。ご飯のことはあんまし気にすんなよ。平気平気。神経太いから。萌えさん、あなたは人と話すときよくカワットのとか頭につけるけど、ああいう物言いはみっともないからやめた方がいいわ。誰に教わったのか知らないけど、安っぽいおべんちゃらみたいで、いかにも底の浅い人間に見られてしまうわよ。心の端を細い紐で締め付けられた気がした。私の作ったゆべしは湿気に当てられたためか、1月を待たずにカビが生えてしまった。あんた大丈夫なの？すみません。ゆべしに見とれてしまって。あんたなら背が高いから届きそう。ゆべしを2、3本おろしてくれないかしら。はい。それ、あんたにやるわ。持ってってよ。おばさん。あたし嬉しかったのよ。あんたここ通るたんびにいつもいいこと言ってくれたでしょ。カワットの人間は気ぐらいばっかり高くて、誰もそんなこと言ってくれやしないもの。あんたいい子よね。若いのに人の気持ちがよくわかって、きっといいお母さんに育てられたのね。すみません。なんか涙出ちゃって。あんた本当に大丈夫なの？はい、なんだか嬉しくて。
いや、そういうことじゃなくてさ、家でいじめられたりとかしてないの？え？あんた渋沢の藤子さんとこのお嫁さんだよね。ええ、渋沢藤子は私の義母ですが、気をつけた方がいいわよ。あの人はお根性だから。お根性？この辺りの古い言い方で意地悪って意味よ。しかもあの人はただのお根性じゃないの。川っと一のお根性。カンカン橋のこっち側じゃあの人はそう呼ばれてる。あんた藤子さんにいじめられたりしていない？ゆべし、私が取り込んでおいたわよ。あ、お根性の家にお嫁さんが来るって聞いてどうなることかと思ってたけど、1年半経っても何の噂も流れてこないから、あんたと話してなんとなくわかったわ。あんたいい子だから一人で我慢しているんじゃない？みんなの張り付くような視線は、あなたみたいに何でも一心にやりそうな人が一番心配なのよ。何しろあの藤子さんって人はね、そういう人をいじめるのが一番の。やめてください！このゆべしお返しします。身内の者の悪口をおっしゃる方からいただいたものを持って家の敷居をまたぐことはできませんので。あたしそんなつもりじゃ。ご親切には感謝しますが、こそこそと陰で言うのは性に合わないんです。ああ、私はこれでも川波のからっ風育ちの女ですから。ゆべしのことも私の言葉遣いを直してくれたこともお母さんが善意でしてくれたことだもの。私がちょっと嫌な気分になったからっていちいちお母さんのせいにするのは筋が違ってる。そんなうじゃじゃけた人間になってしまったら、私を育ててくれた川波の母はきっと悲しむわ。お米4合、麦半合。よし、水加減は間違ってないだ。明日の朝はちゃんと炊けてるといいな。サブサブ。サナオ、今までこっちの布団で寝てたでしょ。足の先まであったかいよ。さあ、またお化けが出たんじゃないのか？カワットのお化けは優しいね。おやすみ、サナオ。おやすみ、萌え。しまった。水加減のことに気を取られてお手洗い行くの忘れてた。スリッパ履かないで行こう。私の足音大きいから。あれ、お母さん何しているんだろう。こんな真夜中に。タオル？あら27年生きてきて今日初めて気がついた。本当に怖いものを見た時には叫び声など出ないものだということを。またバサバサのご飯なの？いつもの朝の風景。少しは学習してほしいものよね。弁当の飯がな。お姉さんのお小言もお父さんの愚痴もお風呂場で聞くようなくぐもった声に聞こえる。俺はこれで構わないぜ。サナオの顔さえすりガラスの向こうにあるようだ。私は一体何なんだろう。昨夜あんな光景を見てしまったのに、いつも通りお味噌汁の具をかき回している。そしてこの人は。萌えさん、ご飯あなたの分もよそっておくわね。あの人はお根性よ。カバット一のお根性なのよ。はい、どうぞ。この人は一体何なんだろう。